ドリームランナーチャンネル。はい、皆様こんにちは。ドリームランナーチャンネルのお時間でございます。今日はですね、今までのコメンテーターの方の中でちょっと方向性が変わりまして、主にフレーム系に強いご見識を持つ方、今回お呼びいたします。元本田技研操縦安定性グループテストライダーをされていたんですが、その後、フレーム解析を中心にお仕事をされていました。また1983年には狭山レーシング、本田さんの中でも名門なんですけれども、そちらの方で走られておられて、その後名門ブルーヘルメット、通称ブルーヘルといった形で、現在もね鈴鹿の8体では有名だと思うんですけども、そちらで8体にも出てられたというライダーをされていた星好夢さんです。まずじゃあどうぞ。特別な許可いただいておりますので、ヘルメットじゃないや、マスク外させていただきます。何ですかね。星さんはですね、定年で退職されているんですけども、いろんな守秘義務の関係もあるもんですから、今までのようにどのマシーンということで言っちゃまずいですよね。そうですね。なので、あくまでも、主観的なものになる部分があるんですけれども、どの車種ではなく一般論としてフレームの件についていろいろと教えていただきます。ですからやれ NSR がどうのこうのとか CBR がどうのこうのとか、そういうことでは今回ありませんで、あくまでもフレームの応力とか曲がりとか歴史とか、そういう関係について教えていただきますので、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。星です。はい。はい、よろしくです。緊張してますね。はい。緊張してます。大丈夫、ラフにいきましょう。星さんに、いろいろと聞きたいことがずっとあったんですけれども、その中でちょっとじゃあ今回初めてということで、歴史、フレームの歴史ですから、いろんな方もねオートバイ走ってたり乗ってたりの中で、どの辺の位置に基本が出来上がったとかっていうのをやっぱり教えていただければと思うんで、まずフレームの、初期から今アルミに至るまで。そうですね。初期といえば一番有名なのがカブ号、自転車にエンジンをくっつけたやつですけど、通称バタバタ。バタバタですね。でその後やはり大きなエンジンを積んでもっと速く走ろうと、で箱根も峠を越えようということで、クレードルフレーム、ヨーロッパの方で使われたフレームですよね。そういうクレードルフレームを導入して、でさらにですね、どんどん時代が変わってエンジンも大きく、タイヤも大きく、スピードもどんどん出るようになって、シングルクレードルだったのがダブルクレードル、フロントの下側が2本になるやつ、ダウンチューブですね。ダウンチューブが2本になるやつ、それから、ちょっと変わったところではダイヤモンドフレームという、バックボーンと呼ばれる背骨を強くして、エンジンをぶら下げて走る。エンジンが構造物っていう考えですか。構造物というかぶら下げてですね、走るっていうのがフレームの進化できて、その後ですね、ダブルクレードルも背中のバックボーンの部分が2本になったりとして、どんどん強く重たくなっていくんですね。それはエンジンのパワーがどんどん出てエンジンも大きくなって、それに伴ってフレームもどんどん大きくなっていく。ところがですね、今度その後にアルミフレームというのが出てくるんですね。そうですね。でアルミフレームも最初はクレードルフレームで背中が2本あるタイプだったんですけど、やはり弱いんですね。で、鉄に対してアルミっていうのはアルミに対して鉄が3倍重たいんです。3倍も。で、構造物として、アルミをごつく作ることによって、重量は鉄よりも軽く、さらに合成自体しなりとかがすごく強くなるっていう特性があって、それをうまく使うために、ツインチューブフレームが生まれて、今に至ってるっていう、そういう流れですね。大雑把な流れですけど、そうすると今市販されている、いわゆるレーサーレプリカ系のオートバイなんかもベースはそこから来て、今のアルミの形が徐々に定番になっている。
そして使用用途が例えば街乗りのネイキッドなんかだと、まあ、鉄のままだけれども、っていうことですよね。そうですね。選べるようになった、選べるようになってますね。はい。なるほど。実はドリームランナーチャンネルの、まあ、過去の作品の中で NS500 という、まあ、名車があるんですけど、でその時にたまたまなんですけど乗られていた宋利光さん、あとエンジンのコンセプトを提案された渡辺さんというお二人の、まあ、方にいろいろと教えていただいたんですけど、その中で気になるのが宋さんが最初鉄フレームじゃない、試作品は鉄だったと。で出来上がってきたのはアルミで乗り始めたと。そしてフロントが16インチでもってとんでもなく切り込みが激しくて、まあ自分としては18インチクラスに乗ってたのに急激に進化しちゃったと、乗りにくかったという証言がご本人からあったんですよ。でまずそこで一つなんですけど、鉄フレームでいわゆる試作をするっていうのは当時から定番だったんですか？そうです。当時はですね、やっぱりアルミの溶接技術、それからアルミに熱を入れた後の実際にきちっとした合成が出るまでの時間ってあまり読めてる人がいなかったんですね。なのでアルミフレームよりも鉄で作って、もうちょっと強くしたければパッチを貼る、でもうちょっと弱ければ細いパイプに付け替えるという自由にできたのが鉄フレームなので、当時はまだ鉄で試作っていうのがありましたね。でそこでちょっと基本的な疑問なんですけど、先ほど星さんの話の中で、比重的には3分の1でアルミはできるんだと。で合成的には全然鉄より強いわけじゃないですか。で仮に鉄でフレームの試作品を作りました。そこをこれで決めよう、行こう、これで行こうって誰かが言ってアルミで今度は本作りを始める、でそうした時に同じ合成っていうのが計算で出るものなんです。当時はですね、まだコンピューター技術が進んでなかったので、実際に合成を測る、要はどこかを押さえてどこかに荷重を加えてその時何ミリ動くっていうので、合成という数値を出して比較してたんですね。ひねりテストみたいな感じ。そうですね。じゃあ今でいうストレステストっていうのはそれですよね。そんな感じですね。ですね。じゃあそれによって例えば鉄で作った時に30パイのパイプでできてたものがアルミで20パイでできるというような感じで逆か上がるのか。鉄が20でアルミが上がるんだ。そうかそうか、その分軽くなる代わりに置いてある。そうですね。でそうやって比率的に合わせていくっていうのがスタンダードだったっていうことなんですね。そうですね。それでもまだ構造的に同じにはできないので、一箇所押さえて荷重をかけて、同じような動きにしたら同じようになるんじゃないかっていう考えで、その当時はやってたと思います。なので、鉄に対してアルミは軽くごつくてでも軽いフレームができるということでアルミに変えたんだと思うんですけど、実際にはですね、やっぱりそのしなり方が全く違うので、アルミフレームは軽い分構造体として、肉付きやパッチやらいろいろつけて合成を出すんですけど、一方鉄フレームだったらそんなにパッチを当てなくてももともとが強いので、パイプの長さの部分を長く取ることができるので、その分しなりが良くなるっていうことにその後気がついて、試作もきちっとアルミでするようになってきた。そういうことなん。じゃあもうそこでまたワンランク進化したっていうことなんですね。そうですね。アルミフレームって自分あまり乗ったことないんですけど、実際に過去乗った乏しい経験ではとにかく硬いイメージっていうのがあって、で当時あれ1985年かなんかの RG の250ガンマ、多分結構初期の方のそうですね、マシンだと思うんですけど、アルミではねとにかく硬いんですよ。でそれまで乗ってたのは比較的鉄フレームでもねふにゃふにゃっとした感じだったんで、その硬さを吸収するためにやっぱり足回りっていうのがちょこちょこ出てくるのかな、進化が出てくるのかなっていうのもあったんですけど、やっぱりタイヤの進化の方が先ですか？そうですね。というかアルミがなぜ硬いかというと、やっぱり実はその先ほど応力って出てましたけど、強度的にも鉄よりはるかに、弱いんですね。なので、強度的にも強くしなければ、ただこうひねられるっていうその、たわみを強くするのではなくて、衝撃とか、落下荷重に耐えられる強さが必要になってくる。そうすると、
鉄に対してもっとごつく作らなきゃいけない。そうです重量的にはトントンになっても、はい、やっぱりしなりは硬くなっていってしまうんですね。そういうのがアルミフレームで、その合成という観念からはそんな感じで、今度サスペンションになるとまた別になってくるんですね。はいはい、サスペンションにもやっぱり例えばこのフロントフォークですけど、はい、やっぱりこれにも合成が求められるので、どんどん太くなっていくっていう、そういう時代で、今はもっと強くしたいので今度は倒立に、今これが成立で、あるんですけど、今時のね CBR とかは、倒立サスペンションで、加えてる部分をでかくして、合成を稼いでるっていうそんな感じですね。その分ネックには相当な応力というか力が加わるようになっていくわけですよね。そうですね。要はそれに負けないようにアルミフレームをごつくさらにごつくするという。いわゆる鉄フレームっていうのは、四角もありますけど基本丸いパイプが多いじゃないですか。そう、組み合わせももちろんありますよね。アルミって最初からなんか五角形があったり、なんていうんですか、いわゆる丸四角じゃないですよね。そうですね。あの辺はじゃあその応力に応じた形状を選ぶとああいうふうになる。応力というか合成というか、実はその鉄フレームだと曲げるのも楽で、丸パイプだと曲げるのも楽ですし、作りやすいっていうこともあるんですけど、アルミの場合はもっと面白くて、押し出し剤でアルミ成形ができてしまう。いわゆる目の字とか、目の字とかもできてしまうっていうことがあって、そういう形が自由に選べるので、ところが鉄パイプの場合日の字断面とか作るのは相当大変なので、四角いパイプで作る、で曲げる、そうするとへこむっていうこともあって、アルミほど自在には作れないというのもありますよね。なるほどね。でやはりオートバイの合成としては縦方向は強くしたいので、縦断面の多い四角いものを使ったりしてますね。今ちょうどオートバイの、いわゆる、ブレーキング加速時なんかも含めたそのなんていうんでしょう、動きですか、っていうものに関してはちょっと一応次回2本目の方の撮影でいろいろと教えていただこうと思うんで、今日の内容よりもさらに次のはちょっとまた一歩踏み込んだ、内容になってくるかと思うんですけど、これ知ってるとフレーム作れるよっていうなんていうんですかね、フレーム屋さんのエリアにかなり近くなってくるんで、ちょっとこうマニアックレベルが上がっちゃうと思うんですけども、ゆっくり説明をしていきたいなと。フレームを自分で作る時ですか？例えばオーバーレーシングさんみたいに、アルミのねモンキーのフレームとか今出されてるじゃないですか。値段も高いですけど、ああいうものを作る時のいわゆる計算なんかにちょっと役に立つ情報としてね、2本目次のやつでちょっとでも情報提供できれば嬉しいなと。そうですね、ちょっと考えておきますね。なかなかマニアックになってきます。マニアックにだんだんなっていきます。であと、先ほどの、ちょっと最初の話に戻しますけれども、宋さんが、NS500 ちょっと走りにくかったんだよの中に一つのファクターがアルミフレームってのがありました。で次16インチっていうのも実はキーワードで出てきたんですよ。あれぐらいからオートバイって急激に速度も上がってきたし、進化も激しくなってきた時代だと思うんですけど、その頃フレーム的にはタイヤがアルミになったことによって何かが変わるもんなんですか？例えばフロントが16になったじゃないですか。で今までは18だったりっていうものが主流だった鉄フレームの時代から、それを象徴するように16インチになったことによってアルミというのも台頭してくるわけじゃないですか。で、ご本人は乗りにくかったっておっしゃって実際僕も乗りにくかったんですよ。でその頃にフレームが硬くなっていってアルミになっていって16インチがついていったということで、16インチを振り回せるだけの設計上何かが変わったんですか？フレームに対して。フレームの実はですね、16インチはこちらにあるように、鉄フレームが先だったんですね。先が鉄なんですか？じゃあタイヤが先に16になって、そこから乗っかった。これは操縦性ハンドリングを軽くするっていうことが主目的で、実はスピードも上がってジャイロ効果も出て、やはり18インチだとハンドリングは重いっていうことがあって、それもなんとかならないか
っていうことで16インチをトライしたっていう歴史があったんだと思います。僕が実際にテストを始めた頃にはもう16インチが始まってましたので、そうですか。はい、なので、16インチの詳しいところっていうのはよく分かってないところもあるんですけど、とにかくハンドリングとしてはシャープな動きを見せるっていうことが当時売りだったような気がします。やっぱり軽いですからね、径がちっちゃいってことはね。MotoGP も当時確か16が出ましたよね。そうですね。でなぜかその後 16.5 なんて中途半端なサイズが出てきて、あの辺のやっぱり試行錯誤の末なんですかね。そうなんです。ちょうど試行錯誤してるところで16インチはいいところもあるけど、やっぱり悪いところもある、切れ込んでしまう。やっぱりそのタイヤの接地面積の長さも必要だっていうことになって、16.5、今は17が主流。その辺はいろいろトライアンドエラーでやってるところではあると思います。やっぱりいまだにじゃあそれ進化系なんですかね。そうですね。これ私どものドリームランナーチャンネルというのがもともとのコンセプトが今現在そして過去の、頑張ってこられたおじさんたちの情報をですね電動になってっちゃったりとか、今トヨタさんがやってる水素になっていったりとか、今後も、エンジンがモーターになっていったりっていう、違う意味での進化が始まる時期じゃないですか。ちょっとでも古い情報を残していきたいっていう中で、撮影を始めたのがきっかけなんですよ。ただ考えてみたら星さんが担当されてたフレームという分野においては、そのまま今後も継続していけるっていうんですかね、形こそ変わるかもしれないんですけど、エンジンがなくなっちゃうとかそういう方向ではないですもんね。フレームは残りますからね。フレームは残りますね。ですね。今後どういうふうになっていくと思います？そうですね、一つの例を挙げるとやっぱり BMW が作っている電動スクーターだと思うんですけど、要は今までその歴史の中でエンジンをうまく合成メンバーに使ってきているっていうのが、ツインチューブフレームにしてもそうです。となると今度は、バッテリーケースをうまく使ってフレームを作っていかないと、重くなってしまうっていう。ただでさえ重いですもんね。バッテリー重いですからね。そうすると要求されるのはさらに軽量化、でどうやってその軽量化を達成して、必要な合成強度を得られるかっていうところがやっぱり課題になってくる、これからの肝っていうことですね。じゃあ方向性としてはその中で今度はハンドリングだとか使い勝手だとか、いろんなものが付随して求められるということですね。じゃそこに関しては今までもそうでしょうけども今後も変わらないと。そうですね、変わっていくとすれば今度はそのどういった路面になるか、どんどん進化して電動が走るために、例えば、路面から充電するって今やってますよね。そういうのできれいに道ができるようになれば今度は、タイヤにもすごい変化が出るかもしれないですね。そうするとそれに伴ってフレームの強さとかも変わってくるんじゃないかな。星さんにとって乗りやすいオートバイのフレームの考え方として一番重要なファクターって何になるんですか？一番重要なファクターですか。本田さんでいうと比較的ね、昔からよく聞くのがこういう機械というのは人間に奉仕するものであると。で、人間のちょっと上ぐらいにいつもいて安心感を与えられるという、そういうコンセプトが従来からあるじゃないですか。それを具体化するために星さんとしては例えばなんて言うんでしょうね、一番乗り手に動きが分かりやすいようにするファクターとしては、何がタイヤだったりサスペンションだったり、空力だったりいろんなあると思うんですけど。そうですね、いろんなものがあるんですよ。このバイクはどういうふうな目的でお客さんが乗ってくれるか、でそれに対して、例えばね、こういうレーサーレプリカのような VFR にすごいいい乗り心地って当てはまらないと思うんですよね。そうするとハンドリングが正確に、自分が行きたいところにうまく行けるようにするには、例えば合成は、どの辺を強くしてどの辺を弱くしたらいいのかっていうのを考える、そういうところですね。ということはやっぱり基本中の基本なんですけど、乗り手と使い方が大事であって、その目標をぶらしちゃいけないっていう中で設計が始まる。そうですね、やっぱり
この車の目的はっていうのが、まあ、我々はよく A00 って言ってたんですけど、今でもそうなのかな、で、それでどういうものを作っていくか、ね、いろんな形、いろんな目的のバイクがあるので、全部を捉えると、もちろんね、ものができなくなってしまうので、目標を決めて、まあ、作るっていう、まあ、フレーム屋としてはそれに対して、物の配置が、まあ、それは設計がいろいろやってくれるので、まあ、合成屋としてはどういう合成バランスを持たせてるかっていうのが、まあ、課題として出てくる。なるほど、ね、やっぱり、ね、ここから先に一歩踏み込んじゃうとちょっと社外費による気がっちゃうので今日はこの辺でちょっとまず一歩目として、止めさせていただきます。やがて20分ぐらいお話しさせていただきました。今日こんな感じでまず、フレームの歴史編一回止めて終わりにしたいと思います。まずはここでありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。